はい、こんにちは、上野です。本日は標準ズームレンズでアジサイを撮っていきましょう。はい、本日は高知県のアジサイの名所六条八幡宮に来ています。では早速アジサイを撮っていきましょう。はい、1枚目はここのアジサイを撮っていきます。今日も雨なんですけれども、空が真っ白でこっちに木がありますので、ここにピントを合わせることで背景に玉ボケができると思います。それを背景にして3分割の構図を使って撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。背景のボケと玉ボケを作りたいので F 値は4に設定しました。ISO感度はオートで800になってまして、シャッタースピードが125分の1秒出ています。で露出プラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。アジサイを3分割の右下のところに配置しまして、で背景は玉ボケになっています。で背景も2分割で分かれた感じになってまして、下側が葉っぱの緑で埋まってまして、上側が玉ボケで埋まっています。そしたら他のアジサイを撮っていきましょう。はい、次はここのアジサイを撮っていきます。咲きかけなのか咲いて終わったのかわからないんですけど、今ちょうど円形に綺麗に咲いてますので、これを日の丸構図で撮っていきます。ついてるこの葉っぱの形も結構いい感じで、こっち側の葉っぱはこうなってまして、左側はこっち向きにこれ螺旋みたいになってますので、これを真上からハイアングルの日の丸構図で撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。花びら全体にピントを合わせたいので F 値は10まで絞って撮っていきます。ISO感度オートの3200になってまして、シャッタースピードは50分の1秒出るようになってます。で露出プラマイゼロのハイライト重点速攻を使って撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。円形に咲いているアジサイをハイアングルから撮って日の丸構図に配置しました。綺麗な円形がわかる写真になったのと、隣に左右に咲いている葉っぱの形が螺旋型になっててバランスがいいかなと思いました。でハイライト重点速攻にしたことで、アジサイの色と明るさは適正な露出になりまして、葉っぱとかはちょっと暗くシックな感じになりましたので、明暗さが出ていいかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。このアジサイのポッカで開いたところの奥にまたちっちゃいアジサイが咲いてますので、あそこをメインに撮っていきます。で立ち位置としてはこれぐらいに立ちまして、で縦構図を使うことで上のこの青いアジサイと手前のここのアジサイまで入りますので、これに囲まれているような感じで奥のアジサイにピント合わせて撮ります。でレタッチでどうできるかわからないんですけど、できたらこの周りのアジサイを暗くして奥のアジサイを明るくしてあげることで、すごい印象的な写真できるんじゃないかなと思います。はい、カメラを設定していきます。手前のアジサイはボケさせたいので F 値は4に設定しました。この場合で ISO感度100でシャッタースピード80分の1秒出ています。露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻を使って手前のアジサイが白飛びするのを抑えて撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ちょっとこの今撮っている現場っていうか状況ではどんな写真してるかわからないんですけれども、周りをアジサイに囲まれて奥まったところにあるアジサイを撮ってみました。これはレタッチで周りを明るくして周りをちょっと暗くして真ん中を明るくすることで目線誘導しつつ印象的な写真になるんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はここ撮っていきましょう。お水のところにアジサイを浮かべてくれてますので、ここを撮っていきます。で縦構図のちょっと上から撮りまして、このお水が出ているドラゴンとアジサイを入れて撮っていきます。
で後ろにこのじょうろがありますので、これはできるだけ隠しつつ撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。でピントは竜の方に合わせていくんですけど、そうするとアジサイがボケやすいですので、縁8に絞って撮っていきます。8に絞ってもアジサイはボケてしまうんですけれども、ドラゴンの方にピントを合わせることで高さを表現できると思うので、これぐらいで撮っていきます。ISO感度は、160になってまして、その場合でシャッタースピード40分の1秒出ております。露出プラマイゼロのハイライト重点速攻で撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ハイアングルが縦構図を使いまして撮ってみました。で3分割の左上の交差点にこの竜の水が出るやつを入れまして、右下の方にアジサイを配置しています。でこのいい角度を探したらですね、どうしても背景のじょうろが入ってしまうんですけれども、それはそれでいいかなと思います。そしたら他のアジサイを探していきましょう。はい、次ここ撮っていきましょう。ここはちょっと広く撮りまして、近景、中景とで向こうの道がありますので、そこを円形として撮っていきます。でピントを合わせるのはこの中景のところにピントを合わせて、近景の部分は前ボケとして使って撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。前ボケを使いたいので、縁は4に設定しました。この場合で、ISO感度がオートの100になってまして、シャッタースピードは100分の1秒出ております。で露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。手前の白いアジサイが近景で、真ん中のところが中景で、背景の、この山のところと左隅の方に道が見えますけれども、こっちの方は円形として、3段構造の写真で撮ってみました。結構一輪のお花だけにこうピント合わせて切り取る写真が多かったので、ちょっと前景も一応撮ってみた感じの写真になります。そしたら次撮っていきましょう。はい、次ここ撮っていきます。ここにトタンがあるんですけれども、普通であればこのトタンを避けて撮るんですけれども、一直線に並んでいるこのラインが綺麗だったので、これを活かして撮っていきたいと思います。で角度的にちょっとこう完全な対角線にするのは難しいんですけれども、ちょっと画面にこう斜めに入れてあげることで、アジサイのエリアとこのトタンのエリアで、それを分けるこのラインを入れて撮っていきたいと思います。でピントを合わせるのはここにある手前にあるアジサイにピントを合わせて、こんな感じの画角で撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。手前のアジサイにピントを合わせて、背景のトタンとかははっきり映る必要はないので F4 に設定しました。この場合で ISO感度100でシャッタースピード320分の1秒出ております。露出はプラマイゼロのハイライト重点速攻に設定することで、このトタンが、明るくて飛ぶのを防ぐのと、下のところですね、この辺のシャドウの部分をもうちょっとこう深い感じにしたいので、ハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ピントは右下にあるアジサイにピントを合わせまして、トタンのこのラインを使って撮っていきました。F 値を4にしたことで、手前のアジサイにはピントがあって、でトタンのところを見てもらえば分かるんですけど、手前の方はピントがあった感じで、背景に行くほどこうグラデーションでボケてくれています。でこのボケの効果とラインの効果と2つの効果でこう写真に奥行き感が感じるようになったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこの道端に咲いているアジサイを撮っていきます。でピントを合わせるのはこうアジサイがあって、ここのちょっとひょろっと長いアジサイにピントを合わせまして、手前にあるこれを前ボケに使って撮っていきます。でカメラはこれローアングルから構えて撮りまして、これを前ボケに使いつつアジサイのところにピントを合わせて、で背景はこうボケさすような感じで撮っていきます。でこの道も入れることで奥行き感を
感じると思いますので、そういう配置で撮っていこうと思います。はい、カメラの設定していきます。前ボケと背景のボケを使いたいので F 値は4に設定しました。でここはちょっと明るい場所なので ISO の100でシャッタースピードが500分の1秒出ております。で露出プラマイ0のハイライト重点速攻を使って、空のこの白飛びとかを押さえて撮っていきます。はい、撮った写真がこんな感じになります。手前の緑の葉っぱを使って前ボケを作りつつ、途中にあるアジサイのひょろっと出た部分にピント合わせて撮りました。で手前中間背景となっているのと、で下のところに道が入ってますので、奥行きを感じる写真になったんじゃないかなと思います。はい、ここの赤っていうのかな、ピンクっていうのかな、アジサイが綺麗なので、これをもうシンプルに日の丸構図で撮っていきたいと思います。でこの緑がアジサイによると対比になってますので、それが綺麗なので、ズームで近づけまして、シンプルにど真ん中日の丸構図にして撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。F 値は4にしまして、背景のこの葉っぱの部分の周辺部に行くほど微妙にボケるように撮っていきたいので F 値4にしています。でここも ISO 100でシャッタースピード160分の1秒出ておりまして、露出はプラマイ0のハイライト重点速攻を使って撮っていきましょう。ハイライト重点速攻を使うことで葉っぱの部分の細かいグラデーションの明暗さが生まれて立体感が出るんじゃないかなと思うので、ハイライト重点速攻を使っていきます。はい、撮った写真がこんな感じになります。シンプルに日の丸構図で撮りまして、アジサイをど真ん中に配置しています。で周りの葉っぱの色とアジサイの色がちょうど対比になる色になりますので、アジサイがすごい目立つことと F 値4に設定したこととハイライト重点速攻を使ったことで、周辺部分は、F 値4の効果で若干ボケまして、葉っぱのこの細々とした明暗さをハイライト重点速攻を使って出したことで、背景の葉っぱも結構インパクトのある描写になったんじゃないかなと思います。はい、本日は標準ズームだけでアジサイを撮りに来ておりました。標準ズームレンズは 24mm の広角から 70mm の中望遠、あるいは 120mm までを1本のレンズで撮ることができますので、アジサイの撮影でもいろんなバリエーションの写真を撮ることができます。もし標準ズームレンズをお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひアジサイも撮りに来てみてください。それでは今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。